世間的にマッドサイエンティストのお墨付きを理論を活用したインパクトボタンを作りましたので、ここに Windows のボタンあったりしませんか？無限大の大きさのボタンがあるのと同じなんです。右上に思いっきり手を動かせば絶対に触れるようになったおお、早い。そのボタンを右に配置するでも、あ、これマジで欲しい。過去一。皆さんこんにちは。ジェフトロトジの時でございます。はい、助手の小作です。で、今回は格ゲー研究室第22回となっております。で、格ゲー研究室というのはですね、格闘ゲームのプレイ向上のために様々なことを、科学的に検証していく企画となっております。で、今回ですね、実は奥歯ボタンの、後編をやろうと思ってたんですが、昨年12月にですね、とある方から X でリプライをいただきまして、そちらの方をちょっと読み上げさせていただきたいと思います。時戸さん、こんにちは。津田塾大学情報科学科教授の栗原和孝と申します。格ゲー研究室に触発されまして、私もフィッツの法則というボタンを押すまでにかかる時間を予測する理論を活用したインパクトボタンを作りましたので、ご意見いただけるとありがたいですと。大学教授の方からリプライいただいたわけであります。はい、ということでですね、今回は、ここ、津田塾大学小平キャンパス内の栗原先生の研究室にお邪魔させていただいております。奥歯ボタンの改良版は現在ガフロ先生が、開発中ですので、今回は別企画としてフィッツの法則とは、何なのか、そしてそれを利用して栗原先生が開発したインパクトボタンとは一体どのようなものなのかということをですね、今回いろいろとお話をね聞けるということなので、早速お願いしたいと思います。はい、どうぞ。失礼します。失礼します。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。でございます。栗原でございます。お願いします。よろしくお願いします。いや、今回は非常に興味深いところを、はい、X でリプライいただいて、はい、ものすごく興味あります。私としても普段そういう研究してますので、そういう研究をその現場のプロの方が興味持っていただくのは大変ありがたくて、もうぜひともということでお声掛けさせていただきました。よろしくお願いいたします。はい、それでは改めて、ご紹介いたしましょう。津田塾大学の情報科学科の教授、栗原和孝先生でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあいろいろねお話を伺っていきたいんですが、まずは栗原先生がどういった方なのかというのをですね、ちょっと軽く自己紹介をしていただけるとよろしくお願いします。はい、私は情報科学を教えてるんですけど、情報科学の中でもヒューマンコンピューターインタラクションといって、どういうふうにコンピューターや道具を設計すれば人間にとって使いやすいかっていうのがまず研究分野としてあるんですね。その応用としてどのようにコンピューターを活用すれば楽しい使い方ができるかとか、それはエンターテインメントコンピューティングって言うんですけど、そのようなものも研究しています。だから基本的には面白い発明っぽいものづくりをするっていうのが個人的には好きですかね。そういうスタイルです。はい。なるほど。今最初におっしゃったどういうデバイスを使えばいいのかっていうのは、まさにこの当研究室もそこをやっていっているという。なので格ゲー研究室すべて拝聴しておりまして、ありがとうございます。専門的な見地から言っても、確かにそうだよなと思うところもあるし、やはりそのプロの視点、プロの力量だとこのぐらいまで極めなきゃいけないんだなっていうのが分かるので、すごく参考になります。はい。イグ・ノーベル賞を栗原先生が受賞されてるっていうので、まずイグ・ノーベル賞とは一体何なのかというのを含めて栗原先生がお聞きできればと思いますけど。はい、イグ・ノーベル賞というのは裏ノーベル賞と言われたりもする、ノーベル賞のパロディで、ノーベル賞は本当に偉大な人類のための科学の成果っていう感じですけど、イグ・ノーベル賞は人を笑わせて、そして考えさせられる研究に毎年贈られているっていう、とても珍妙な学術賞ですその音響学賞というのに、2012年ですかねの時に受賞いたしました。はい、なので一応世間的にマッドサイエンティストのお墨付きを
なるほど。はい、そちらに、イグ・ノーベル賞関係のものちょっと展示したんですけど、あれが真ん中にあるのがこれイグ・ノーベル賞の賞状なんですけど、書状だ。で隣にあるのがその時に受賞の対象になったスピーチジャマーというもので、なんかおしゃべりをする人にこの銃型のデバイスを向けて引き金引くとその人のおしゃべりを邪魔することができるという装置です。ちょっと僕の知り合い喋りすぎるやつがいて、お借りできればちょっと一回使ってみたいんですけど、ちょっとこちらでもやってみてもうほしいですね古すぎてもう展示だけで使えないんですけど、似たような体験ができる簡易版のものは今ちょっとお試しできます。ちょっとじゃあ早速後でやらせていただいて、これあくまででも先生の研究の一つでしかないわけですよね。そうですね先ほどおっしゃられた、なんていうか面白く機械を使ってコンピューターを使って、面白いことができればいいなっていう応用の一つ。なんかコンピューターとかその道具っていうのは人間の力を拡張したりなんかコミュニケーションのやり方を変える力があると思うんですよね。でなんか世の中生きていてなんでこの仕組みで世の中回ってるんだろうって特にコミュニケーションの時とか、なんかモヤモヤが残ることはあると思うんですけど、ちょっと道具を作るだけでなんかそのルールが少し変えることができるみたいなところが私は好きなので、道具作りで人間の行動を変えたりなんかコミュニケーションを変えたりするっていうのはずっと興味持ってますね。そのアケコンを改造するっていうのはその延長にあると思います。人馬一体でどういうことができるかとか。スピーチジャマー、スピーチジャマー、簡易版なんですけど、これかぶって喋るとある程度普通に喋るんですけど、ボタンを押すとかなり喋りにくくなるっていうシンプルなものです。じゃあ適宜邪魔したいタイミングで。自分の声も返ってきています。じゃあちょっと今から読むんで、その途中でお願いします。時戸さんこんにちは。津田塾大学の情報科学科教授の栗原和孝と申します。学芸研究室に触発されまして、私もフィッツの法則というボタンを押すまでにかかる時間を予測する理論を活用したインパクトボタンを作りましたので、ご意見いただけるとありがたいです。はい。ちょっと取っていただいて。結構耐えられる方です。これは実は僕慣れてるんです。なんでかというと SFL、私とレシャー、同室でプレイしてるんです。でディスコードで同じサーバーに入るんですが、僕の声がレシャーのマイクに入ってその返しとしてディスコードの音が遅れて聞こえてく。やっぱりそういうことだったんだ。僕それすごい喋りにくいなと思ったタイミングがあるんですよ、 SFL の時に。でこのスピーチジャマーってそういうことなのかなってちょっと思ってたんですよ。なるほど。おっしゃる通りで、人間喋る時に次に喋る言葉は何でこのように口を動かして息を出せばよいっていうのを、計画しながら喋ってるわけなんですけど、これを少し自分の声を遅らせて自分の耳に聞かせると、あれ思い通りに喋れてないぞって脳が誤解しちゃって、せっかくうまく喋ってるのに調子を外す方向にコントロールしちゃうと言われてます。それで喋りにくくなる。でもすごく耐性があるというか、ちょっとゆっくりになりましたよね。確かにそういうでもビタ止めはできないぐらいの聞き方の方だ。レアな方だと思います。なるほど。じゃあ人間のその脳が、僕喋ってる時にこう聞いて、調子よく喋れてるからこのままでいいなっていうのを判断してるっていうことなんですね。だと言われてます。じゃあいきます。時戸さんこんにちは。津田塾大学情報科学科教授の栗原和孝と申します。学芸研究室に触発されまして、私もフィッツの法則というボタンを押すまでにかかる時間を予測する理論を活用したインパクトボタンを作りましたので、ご意見いただけるとありがたいです。そこそこ聞いたなっていう。全然聞かない人もいるので、それに比べては多少は効果があって良かったです。いやでもすごい頑張られてたと思います。転がり落ちそうになる。オンライン会議とかだとこれで別にいいんですけど、見知らぬ人に普通に会話してる時に聞かせるにはこれかぶってって言えないじゃないですか。なるほど。あれはその人の声だけ、その方向の音だけ吸い取るマイクと、その人だけに音を届けるスピーカーで構成されている。指向性マイクと指向性スピーカーで。そうです。先生のゲーム歴なんかはお伺いしてもよろしいでしょうか。私典型的なファミコン世代なので、自分の家や友達の家で小学校の頃からファミコン、スーパーマリオ的なところから一通りやってきてるんですけど、ストリートファイター2で対戦するっていう興奮を覚えて、スーパーファミコンとかで家庭に入ってきた時にはもうむちゃくちゃもう夜通しやるような、楽しい
生活でしたね。で研究者になってそのヒューマンコンピューターインタラクションとか、エンターテインメントコンピューティングっていう楽しいコンピューターの使い方を研究する中で、もうゲームも当然研究対象に入ってきて、ゲーム会社出身の方に栗原さんなんか格闘ゲームとかやらないですかって話になって、私格闘技が好きなんですよ。格闘技やってるんですけど、で格闘技何やるの？まあ合気道とちょっと最近やめちゃったんですけど、中国拳法を少しやってましたでその研究者になってからしばらく経って格闘ゲームやってるし、格闘ゲームやったらどうですかって言われて、昔ストリートファイター2とかもやったんですよってなったら、今もう5ですよっていうことになって、なるほどと思って5を始めました。2021年ですね。2021というと5の後期のところですかね。でストリートファイター6が出てはい、もう満を持して最初からいろんなキャラ選べるって楽しいなと思っていや研究でお忙しい中でゲームやっていただいて、これは絶対研究にもつながるし、絶対いいものだと思って、日々やっていて、今モダンルークと、クラシックマノンでマスターまでは行きましたおーでも先生の目線から見てモダンの出来みたいなのってどうですか？初心者と上級者のギャップを埋めるときにスムーズにそれを移行できるかっていうのがすごく重要だと思うんですけど、それをうまくちゃんと設計されていて、なんか共存できるように、そしてやろうと思えば卒業っていうか他に移れるような感じにしてあるのが素晴らしいと思いました。確かになんか既存の機能の一部だけ特殊なものに置き換えることによって新しいものを実現してるっていうような感じなので、おかげで私もなんていうか、ちゃんと昇竜拳打とうと思いましたそれではいよいよ本題のフィッツの理論というものについて、お伺いしていきましょう。先生、フィッツの理論というのはどのようなものなんでしょうか？皆さんコンピューター使うと思うんですけど、コンピューターって画面にマウスカーソルがあって、マウスとかでこうカーソルを動かしてクリックするっていうのをやりますよね。そういう自分の手や足、体を使って遠くにあるものを触ったりボタンを押したりするっていうのにかかる時間を理論的に予測することができる数理モデルなんですよね。でこのヒューマンコンピューターインタラクションっていう学術分野ではとてもポピュラーで、性能が良いかどうかを判断する指標としてとてもよく使われるものです。でそれは、コンピューターの中だけじゃなくて現実世界でも当てはまるんですよ。飛行機とか車を乗る時の装置のボタンもそうだし、実際この理論っていうのは戦時中に戦闘機のボタンをうまく配置しないとパイロットが混乱するからどうすればいいかっていう感じで整理したっていうふうに聞いてます、私は。割と昔からあるというかかなり古い、1940年とかそれぐらいだと思いますよね。30年とかなので、もちろんゲームのコントローラーにも成り立つということですね。それでは栗原先生にフィッツの法則を、ご教授願うというコーナーでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では説明しますよ。ここにあなたの手あるいはカーソルがあるとしましょう。で少し離れた場所 D という距離だけ離れた場所にあるアイコンやボタンを触ったりクリックしたりしたいとします。そのボタンアイコンの幅は W です。この時にここからここまで手やマウスカーソルを動かしてこのボタンを押したりクリックしたりするのにかかる時間はいくつかというと、その時間を T とすると A プラス B ログ1たす W 分の D となります。ここには出るんですけどっていう式になるというのがフィッツの法則なんです。まずこれがフィッツの法則です。でこの中でですね、この A と B というのはこういう計測を何度もやった時に決まる定数なので、何かの数字だと思ってください。なので実際のところ、クリックするための速さっていうのは距離とそのボタンの幅によって決まるというのがこの法則なんですね。ここから分かることは何か、まず早くクリックするには T を小さくしないといけないですよね。かかる時間が T ですもんね。なので T を小さくするには要するに D を小さくするか W を大きくすればいいわけです。変えられるのはここだけなので、大雑把に分かってほしいことは、ボタンまでの距離が遠いと遅いよね。当たり前ですよね。 D が大きくなると、ボタンが大きければ押しやすいから速いよねっ
っていうことなんです。おー。はいはいはい。なので、はいまあ、自分のコントローラーを設計する上ではまず近くに大きなボタンを押すことが最適なのが分かるわけです。まあ体感的にもそうですよね。まあ、でもまあいっぱいボタンがあるからそんな全部のボタンを大きく近くできないので、取捨選択しなきゃいけないんですけど、確かに。そこはポイントなんですよね。だからインパクトボタンだけは特別なボタンだからちょっと特別扱いして極端に速いものを作ろうっていうのがまあコンセプトです。なるほど。なるほど。ここまでが前段です。じゃあこの式の中で一番速いのは何かと考えたときに、はいちょっと小さい図ですけど、これ皆さんのコンピューターの画面だとしてください。はいはい。Windows だったらここに Windows のボタンあったりしませんか？あります。Mac だったら左上にリンゴのボタンありますよね。これってすごい特別なボタンなんです。なんでかっていうとどこかにマウスカーソルがあった時にとにかく左下に思いっきりマウスを動かせば絶対にこの上で止まるようになってるんですよね。なるほど。これも同じです。右上に行ったらどんなに強い力でやってもここで止まるから必ずボタンの上に置けるという状況になってるんです。これっていうのは言ってみればここに無限大の大きさのボタンがあるのと同じなんですよね。つまり W が無限なんです。はい、この式で W が無限になるとどうなりますか？はい、時々君。ログ2の1なので、2を何乗すると1になるのか。つまり0です。はい、そうです。0なのでここ消えちゃうんですね。そうするとじゃあ B も消え B ちゃう。も消えちゃって T は A、つまり距離によらず定数の時間になっちゃうんです。これがこのフィッツの法則における最小値なので一番速いっていうことなんです。はい、なので一番速いボタンを作るには、いくつかやり方ありますけど無限に大きい幅のボタンをそれ以上どこまで行ってもいいっていう条件で角に置くことが最適です。なるほど。すごい。わかりやすい。わかりやすい。極端にすると分かりやすいね。すごいわかる。めちゃめちゃ腑に落ちる。はい、それを表現したのがこのインパクトボタンです。これをご覧ください。ここの部分が画面の角なので、手をここに置いた時に右上に思いっきり手を動かせば絶対に触れるようになったんです。でこれは触ったら反応する導電性プラスチックという特別な素材で作られているので触った瞬間にボタンが押したことになります。はい、なのでこれはフィッツの法則に基づくと遠くにあるボタンを押すっていう設定の中では一番速いっていう理論上になります。ただしちょっと例外があってすでにボタンをインパクトボタンの上に指を置いている場合はその遠くのものを押すという作業がいらないので、そもそもその場で押せばいいだけだから、それと比較することはできないんです。で先生これどういうふうに実際使われるんですか？はい、要するにこの角のこの黒い部分のどこを触ってもインパクトが出るっていうものなので私はこう構えてるんですけど、普通にプレイしてる間は別にこのボタンには触らないんですが、うわインパクトだっていう時にとにかく右上の方向に体を動かせばどっかで触ってるんです。どっかでどこが先に触るかはその人次第なんですけど、でその時に位置合わせしなくていいんですよね。とにかく先ほど説明したようにとにかく右にここに押さなきゃじゃなくてあって OK。位置合わせしようとした途端にフィッツの法則のログの話が出てきちゃうんですけど、それを無視することができるからとにかく何も考えず体をこう横に動かせばどこかで触るっていうところがポイント。なるほど。でここはただの私の遊び心ですけど、私もともとこの右下の部分がインパクトのボタンに設定してるんですけど、そこを押せば出るんですよね。それは一応残してある。ここに残してある。これ導電性フィラメントって面白くてどんな形のボタンもできるので、確かにだから触ればタッチパネルみたいな感じですね。ここはこれあれですか？ここ触ってるとさすがお目が高い。はい、これ導電性にするためには自分の人間の体の中を電気が通らないといけないので、ここからこう電気が通っていってここで触るっていうのを確保しています。そうじゃなくても反応することもできなくはないんですけど、より誤動作を防いで安定化させるために体とつなぐ部分がここなんです。なるほど。なるほど。実際やってみて結構。そうなんですよ。私は例に漏れずおじなのでインパクトに本当に苦しんだんですけど、これは返せたんじゃないかっていうのが幾分か返せるようになっただけでも自分の作った道具でちゃんと自分がプラスになったんだなってすごい嬉しかったです。確かに。作るの難しそうですね。そうなんですね。導電性フィラメントで 3D プリンターで印刷して、かつ
タッチした部分を検出する電気回路を簡単には組まなきゃいけないので、そういう知識のない方がやるのは難しいかもしれないですね。はい、そこでですよ、そこですぐに使えそうな簡易版っていうのも作ってみました。おお、ちょっとこれですか？はいはいはい、これとこれです。これなんですけど、工作もだいぶお得意なんですね。そうですね。もうそこに 3D プリンターありますから。もうこれか。これで作られたんですか？はい、銅電性フィラメントの印刷とか、今回のこれとかこういうのも全部これで印刷しております。でこれなんですけど、先ほどのこれがオリジナルバージョンなんですけど、指を動かせばどこかで触るっていうやつなんですが、これ自分で作ってみたら右の部分に当たるなって思ったので、その右に当たる場所に普通のボタンを置けば似たようなことできるなと思って作ったのがこれです。これは本当にこれ 3D プリンターで印刷できる部品にこれ3話の30ファイっていうボタンをはめ込んで、これをペタッとつけるだけなので、その中からこの端子を引き出すことができればもうつなげばすぐできるんですよね。これでも何も考えず思いっきりやれば触れるっていう部分は確かに同じなので、フィッツの法則的には先ほどと同じように理論的にはすごく速い速さができるということです。これなんですけどウェブサイトで作り方公開しましたんで、ぜひ皆さんも作ってみてください。 3D プリンターで、はい、3D プリンターのモデルを公開しましたので、そうなんだ。印刷していただいてもいいし改造していただいても構いません。あと 3D プリンターないんだよなって人のためにもう注文すれば印刷して送ってくれるサービスにも登録してありますので、ちょっとお値段張るんですけど、とにかくすぐ試したいっていう方はぜひやってみてください。なるほど、はい、それでは実際にこのデバイスを使って、インパクトボタンを検証やっていきたいと思います。はい。オペ。でこれを触りながら、もう出た。音が全くないから。音全くしないね。タッチ入力なので本当に音はないですね。勢いよくバッてやって、これボブサップみたいなやつをやったらそうみたいな。ちょっとね、そこも怖いですよ。今のところこれ耐久性とかはでも結構しっかりしてますね。両面テープで貼っただけなんで、本当にやろうと思ったらねじ止めすればいい。私ぐらいだとそんなに激しく1回だけ思いっきりやりすぎて取っちゃったことなんですけど、怒りのインパクトでもこれね、さっきやったって言っちゃったけど、やっぱね安定感出すためにはこちらの導電性指サック。反応しないことあります？反応しない時はありました。はい。指とその導電性フィラメントの接触がやっぱりいまいちだとその時に電気抵抗が変わっちゃったりするので、これをつけるのが一番確実ですね。触る。多分時田さんすごく落ち着いてらっしゃるから、私みたいに汗かきじゃないんですよね。私はもうプレイしてすぐ汗かいてきちゃうから、もう導電性もうマックスになっちゃう。汗かくと押せるようになると。冬場はやっぱ乾燥するんで。じゃあちょっと返してみて。はい。いいですか？やってみてください。どうしようか。じゃあ先生せっかくレコーディングされてるということなんで、これで行かせていただきます。いきなり来た。押しちゃった。もう気合が入ると押しちゃう。パリボタン。ただでもパリしちゃうもん。動かせてるよ。おい。今の結構なんかどう？余裕あった？スムーズ気味に返せたね。全然意識してないけど。そう、意識してない。中段とかも全然。確かに立って余裕があって。ほら、前歩いても全然地上戦してます。ちょっと。押されてる。確かにインパクトボタンも押されてる。小指じゃないんだよね。意識するの。小指意識しちゃうと押しちゃうから。これ見えてるこれ。このキービス。押しちゃって。ひどいよ。早い。どう？まあでも、一応全部押せてはいると思う。確かに毎回押せてはいます。パリを先に押しちゃってるだけで。そうですね。感触どうですか？これはでもね、面白いっすね。だこれでちょっと練習をしてみたいと思います。慣れが必要。確実にでも押せはすると思います。インパクト。ちょっとやってみて。ちょっとやってみていいですか？今割と早かったよ。いや、これ今かなりなんか不意は疲れてました。おおいいじゃん。
これちょっと欲しい。相当こう雑に今動かしてえこれそうなんか今こちょっと上方向に。そのボタンを右に配置するでも、おーあ、これマジで欲しい。過去一ぶっちぎり。簡易バージョンのボタンの方も小作に試してもらいましょう。はいお願いしまやってす。みます。はい。ここからスロット見えております。おおおお、カチャッって音がしたね。今のちょっと早かったんじゃないですか、結構。感触は、おお今のかなり不意でしたよ。家帰ったら印刷します。ないでしょ。ないです。注文する注文すじゃあ1個持って帰ってください。る。セットで。ほんま？やります。うん多分、こっちの方がいい。いや、変わらないあ、感触で使える気はする。ただ、やっぱ、速さは、おおボタンの大きさは30でいいのかなっていうのはちょっとあ良くないですか？あ、いいかも。結構、本当に、本当にいいんですけど。ちなみに先生誤爆とかはどうなんですか？その対戦中にうっかり触っちゃうというか出ちゃうというか。今日のやつはかなりボタンに狭い導電線の方ですけどかなりボタンの近くにそうプロ向けに設定したんでうんもしかしたら当たっちゃうのかなと思ったんですけどまあ基本的には手をこう動かしてる分には当たらない場所だと思うので多分下側につけちゃうと誤爆しちゃうと思うんですけどあんまりないと思います。あと押しボタンの方のいいところはちょっと触れた状態でプレイすることもできるんですあーなるほどそれってある意確かに味指置いた状態と確かに、確かかに、確かに。さらに。そういうのが好きな人いるすいませんこっちの方がいいかも。そうそう、あれですよね。こっちの方がいいかも。そう、ちょっとね導電。線よりもボタンの方がこっちにもらおうかな。全然構わないですこれはおまけで先ほどちょっと試しに作ってみたやつなんですけどこれ今上から貼りましたはいこのなんかルーレットみたいな、はいはい黒いところが導電性で白いところが非導電性なんですねはい。これを使うと何ができるかっていうとくるくる回すと連打できるんですピーってあ、なるほど。導電性ってタッチしだから、はい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 あとボタンみたいに連打できないじゃないですか。なるほどでも代わりにこういうなんか遊びができて、まあ多分 CPT ルール的にはちょっといまいちかもしれないんですけど、ボタンがたくさん作れる、ボタンを自由な形にできるってことはこういうこともできるんですよね。でもこれは、ボタンもそうだけど、はい。移動の方で、なんかこういうのをやると、はい。なんかすごい早く、そのはい入力できたりとかっていうのあーは、そっかなんかありそうだよね。あとはなんかうまいことを組み合わせて、こうするだけで波動拳が出るとかっていうのは、多分できるよね。さすがですと。こう。今日ちょっと間に合わなかったんですけど、次にやろうと思ったらここスキャンしたら波動拳出るみたいな。増設しちゃうとダメなんですけど、もともと下立ったところとつなげたものがここにあれば一つのボタンと見なせるかもしれないです。ボタンの形状は今その CPT では定義されてない定義されていないから、うん一個のボタンをうまいことやるっていうのは、まあ多分後で怒られそうだけど、みんなやったら今理論上ダメですね。まあ、まあダメでしょうねおまけでした。なるほど、へえ。どうでした小作さいや、余裕の過去一。出ました。はい。今もう自分は帰って自分のコントローラーにどうつけようかと。ん。今日ね、今日試作版はい。いただけると。いただけるこれは本当にじゃあ採用する。いや、だから本当、まずは本当に家でやるところからよ。それも今までやったことない。ないですよ、さすがに。ちょっとおしゃぶりもらっていいですかっていうのはなかった。いや、俺はおしゃぶりもまだ全然可能性ありますけどいね。や、だからそう、ガフロ先生の大逆転おしゃぶりが、まだあるかもしれないですけど、実際やってみて思ったのが、その今までの方向性って、その指が埋まっちゃってるんで、足でインパクトを準備させるかとか、あとは歯でインパクトボタンに、そのもうすでに設置している状態で準備するかっていう方向で考えてたんですけど、別に方向を変えれば、小指、今使ってる指でも、そのインパクトボタンにちゃんと準備できてるんじゃんというのが確かに分かりました。で、今までやっぱりその足とか口って使ってなかったものなので、全然慣れなかったんですよ。ただ今回のやっぱり自分が動かしてる指、まあその動かす方向を変えるっていうのをちゃんと訓練しなきゃいけないんですけど、まあ今までのデバイスよりも、そういった意味では、自分の経験、ずっとゲームをやって指を動かしてきたという経験が活かしやすいんだろうなというのは、非常にいい勉強をね、させていただきました。中段的には手応えはどうですか？これは、まあ
いただいて帰りますよね、まずいただいて帰りたいと思いますし、あと今後、今までやってきたような、なんていうの、インパクトちゃんとどのぐらいで返せるのかっていうような、検証、速度の検証とかもしっかり行って、やっていきたいなと。速度気になるね。自分の、あと分かったことは、パッて押してるつもりでも、今まで、ちゃんとボタンの位置に合わないといけないから、なんか一応セーブしてたんだなっていうのが、分かりましたね。それって、何の法則でしたこのフィッツの法則、生かされてるってことですか？確かに無限大感じました。そういうこと無限を。セーブするとか、そこにしなきゃって思うこと自体が、ブレーキになってるし、まあだからこそ正確にタッチできるので、その分をなくすっていうのが理論的には重要です。でも Windows ボタンにかなりやっぱ感じましたね。変わるかもしれないですね。パラダイムシフト。いやもうこれね、何回もそれ言ってきてるんですよ。これは変わるかもしれないですねって。でも今回、ついにです。このありえます。栗原県で変わる未来が見えてきております。以上、格ゲー研究室でした。栗原先生、ありがとうございました。ありがとうございました。このために何かお知らせなどございましたら。本日紹介しましたこのインパクトボタンの簡易版はもう作り方、それからもうこのモデルそのものを公開しているサイトがございますので、私の名前で検索していただければ出ると思うので、ぜひ皆さん試してみていただいて感想が知りたいです。あと、はい、私ども津田塾大学情報科学科ですので、理系上を募集しております。こういうことを研究したいという格ゲーや、他のゲームでもいいですけど、熱意を持っている学生がいらっしゃるとありがたいなと思ってます。それで YouTube チャンネルの方もやられていて、この動画も上げられてましたし、ひょっとしたら続報なんかもそうですね、こちらをチェックしていただけるといいかもしれないですね。難しい方の導電性フィラメントを使った方の作り方等も紹介していければと思ってますので、なるほど、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、それでは、本日はこの辺でまた次の動画でお会いしましょう。また。